どうでもいいほどよく見かけるあいうえおという言葉をこんな風にかっこよく仕上げられたら最高のテクニックだと思いませんか？今回は海外からピックアップしてきたノイズのテクニックを紹介していきたいと思います。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。今回は Adobe Illustrator のノイズアレンジを紹介していきます。この手法はもともと海外のノブデザインさんという方が発信してくださっていた情報なんですが、すごく面白くてかっこよくてめちゃめちゃ有益な情報なんですけれども、英語版で英語の解説で日本人の方にちょっとハードル高いかなっていう気がするんですよね。でもこれを知らないのはもったいないと思うんです。ということで私が動画で解説していきます。これを知ることで可愛いだけじゃないイラストレーターの使い方がわかります。現代アート的なデジタルノイズや多重ストロークを表現することもできますし、音楽系のサムネやアルバムのジャケットなんかにもぴったりだと思います。ということで今回はそちらのテクニックを紹介していきたいと思うんですが、丸パクリにならないように独自のアレンジや独自の解説を入れてやっていこうかなというふうに思っています。概要欄の方には元の動画のリンクも貼っておきますので、オリジナルが気になる方はぜひそちらもご覧ください。リスペクトを持って紹介していきたいと思います。デザインをもう一段階レベルアップさせたい方、なんとなくの操作から抜け出したい方はぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しく分かりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。 YouTube よりも本格的に学びたいという方は私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。はい、それでは早速作成していきたいと思います。でまずは文字の入力ですね。何かいい言葉ないかなといろいろ考えたんですけれども、一番親しみが湧く、もうシンプルかつ誰でも思いつくようなこちらの言葉でやっていきたいと思います。あいうえお。ある意味これがかっこよく感じられるんだったらもう何でもありですね。そこら辺ぜひ見てってほしいところですね。これがかっこよくなるんだったらもう何でもありです。でこちら使っていくわけなんですが、フォントは変更していきたいと思います。小塚ゴシックでも全然構わないんですが、 ABJGU レギュラー、ちょっと読み方合ってるか不安ですけれど、はい。でこちらやっていきたいと思うんですが、文字をクリックしてウィンドウのアピアランスからアピアランスパネルを開きます。で文字の塗りはなしにしまして、新規線を追加で線を追加していきます。線の太さは 0.25 ポイントからやっていきます。でこの線に対して新規効果を追加のパスの変形ラフ、こちらですね。これを設定していきます。オプションは 100%、 詳細は 0%。 でこんな感じになるんですが、ギザギザと丸は好みによって変更してみてください。私ギザギザでいきたいと思います。でこれで一つ線が出来上がりました。でこのラフのかかった線をオルトまたはオプションキーを押しながら上へドラッグして線を増やします。今ここの線とここの線に増えました。でラフを少し削ります。 70% ぐらいに OK。 そうすると2つ目のラフな線が生まれました。さらに増やします。今度のラフは 10%。 で OK。
線を太くしていきます。ラフのサイズの設定が少し下がったことによってあいうえおと読めるような形になってきましたね。線は 0.75 ポイント、こちらでいきたいと思います。でさらにコピー4つ目ですね。これを1ポイントにしまして、ラフは 3% ぐらいの数値でいきたいと思います。そうするとこんな感じで徐々に崩れたあいうえおが出来上がります。これ今4つ線が重なっている状態なんですけれども、今これ上から下まで4つあるんですが、シフトを押しながら線を4つ選んでプラスのところでドラッグ&ドロップをします。そうすると8つに増えました。二重に書かれてより線が強調された形になってきますね。もう一回コピーしましょう。強調されていい感じです。正直この繰り返しはもう好みだとは思うんですけれども、どれぐらいの書き込み量でいこうかなっていうところ、ご自身で調節してもらえればいいかなというふうに思います。なんとたったこれだけでいい感じのあいうえおが出来上がりました。トラッキングとかを広くしてもいいかもしれませんね。それではこちらどんな活用方法があるのかまとめていきたいと思います。というわけでこんな感じで完成です。どうでしょう、あいうえおなんていうありふれた言葉でもかっこよくなりましたよね。他に私からの使い方の提案としては、普通にただ線を描いてみるっていうのも面白いと思います。これただ直線を描いているだけなんですが、現代アート風というかすごく抽象的な空間を表現できるんじゃないかなというふうに感じています。こんな使い方も面白いと思います。あとは雑音なんていう言葉で少し大きさを変えてみながら拡大縮小してみるのも面白いと思います。 MV なんかでこんなシーンがあっても面白いんじゃないかななんていうふうに思います。あとノブデザインさんではラフのギザギザではなく丸くを選んでいらっしゃいました。こんな風な見た目の違いが生まれます。この辺はお好みでやってみてください。今回紹介した設定はあくまで一例です。ラフの数値、線幅、重ねる回数を変えるだけで全く違う表情になります。ぜひ自身のイメージでどこまで崩すのか、どこまで読ませるのかを考えながらそのバランスを探ってみてください。概要欄にはノブデザインさんの元動画のリンクも貼っておきますので、合わせてチェックしてみてください。ということで10分足らずの操作でかなりプロクオリティになるテクニックを紹介いたしました。いつも同じようなデザインになってしまうという初心者レベルから一歩踏み込んだ表現を身につけて、ぜひレベルアップに取り組んでみてください。それより何も、もう基礎の基礎から教えてほしいっていう人は、イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。